ようこそタイブログラジオへ。私はホストのジャー先生です。本日は厳選された旅行情報ソースをもとに、タイ北部の隠れた宝石と呼ばれる街、タイの全体像と魅力を紐解く特別な解説ガイドをお届けします。さあ、ちょっとリラックスして私と一緒に仮想のロードトリップへ出発しましょう。さて、本日のルートをご紹介しますよ。まずは1番、山を越える曲がりくねった道のりから始まって、2番でのんびりとした街の中心部に入ります。それから3番、美味しいナイトマーケットを散策して、4番で大自然の中の温泉へ。5番ではインディ・ジョーンズみたいな洞窟を探検して、最後は6番、歴史的な橋へと向かいます。どうですか？ワクワクしてきませんか？では早速最初のセクションに入りましょう。セクション1、曲がりくねった旅、山々の向こうへ。賑やかな都市チェンマイから私たちの旅はスタートします。いきなりドーンと数字が出ましたけど、762。これ何の数字だと思いますか？実はこれ、チェンマイからパイへ向かう約3時間のドライブで待ち受けている急カーブの数なんです。いや、本当に信じられないくらいくねくねなんですよ。情報ソースとなる旅行者の声を見ても、くねくね道が多いので酔い止め必須ってみんな口を揃えて強く警告しています。美しい景色を楽しむためにも、栗迷い対策のお薬、これはもう文字通り絶対に必須の条件ですね。でも、そんな過酷な山道を越えてでも行く価値があるんです。かつては静かで霧に包まれた小さな谷間の村だったんですが、大ヒット映画パイ・イン・ラブによって一夜にして超有名な街になっちゃったんですよね。いやー、ポップカルチャーの影響力って本当にすごいです。今ではタイ国内の人たちだけじゃなく、世界中から旅行者が押し寄せる大人気スポットへと変貌を遂げました。そんな762のカーブを無事に乗り越えて、ついに街に到着です。セクション2、バックパッカーの聖地、パイの雰囲気を見ていきましょう。パイはよく北のカオサンなんて呼ばれるんですけど、バンコクの賑やかなカオサン通りとはまたちょっと違うんです。涼しい気候ととにかくリラックスした雰囲気が欧米のバックパッカーとかヒッピー、それにデジタルノマドたちを強烈に引きつけてるんですよね。この街の本当に面白いところは、昔ながらの地元の人たちのローカルな生活と、ヨガとか瞑想のリトリート、ビーガン文化みたいな国際的なウェルネストレンドが全く違和感なく、ごく自然に混ざり合っているところなんです。そして日が暮れるとメインストリートはさらに活気じます。セクション3、魅惑のナイトマーケット、食のるつぼです。ここからは五感をフルに使って想像してみてくださいね。屋台に並ぶ食べ物を見るだけで、この街がどれだけ多様性に富んでいるかがわかります。ここはまさに文化の交差点ですよ。イスラム教のハラルフードのいい香りがしたかと思えば、その隣には地元シャン族のスパイスが効いた伝統料理があって、かと思えば外国人に大人気のアーストンやガニータといったおしゃれなビーガンカフェ、さらには若者に受けてる韓国風の巨大なデザートカフェまであるんです。たった一つの通りを歩くだけで、なんだか世界中を旅しているような感覚になっちゃいます。さて、ここで皆さんにちょっと質問です。街でレンタルできる100バーツ、日本円で数百円くらいのバイクは、皆さんを一体どこへ連れて行ってくれるでしょうか？街中のカフェ巡りももちろん最高なんですが、本当の冒険は街の外に広がる雄大な大自然の中に隠されているんです。というわけで、セクション4、イニー電車で巡る大自然、キャニオンと温泉に進みましょう。格安のスクーターを借りて、風を切りながら切り立った崖のパイキャニオンを抜け、大自然の温泉へと向かうこの自由な感じ、たまらないですよ。パイって実は温泉がいくつもあるんです。ここでは代表的な2つを比べてみましょうか。まずターパイ温泉ですが、ここは源泉が80度から100度とかなり厚めで、竹かごで温泉卵を茹でたり、貸し切りの個室風呂でプライベートにリラックスするのにぴったりです。一方でサイガーム温泉はお湯の温度が30度前後とちょっとぬるめなんです。でも透明度の高い川のような野生の自然環境がドーンと広がっていて、水着を着て友達と写真撮影を楽しむ人たちに大人気なんですよね。その日の気分とか目的によって全然違う体験を選べるのがタイの素晴らしいところです。温泉でほっこり癒された後は、
ちょっと冒険してみませんか？パイから北へ約2時間、野生動物保護区の奥深くへと足を伸ばします。セクション5、秘密の洞窟探検、ナムロート洞窟、タイ語でタムロットですね。ここからは少しミスペリアスな雰囲気になりますよ。まるでインディ・ジョーンズの冒険。真っ暗な洞窟の中、ランタン一つで進んでいく。いやー、これ本当にその通りで、ナムロート洞窟の最大の魅力がこれなんです。洞窟の中には人工的な照明が一切なくて、頼りになるのはガイドさんが持つランタンの小さな炎だけ。自然の美しさをそのまま残すための工夫らしいんですが、スリル満点ですよね。実際の探検のステップはこんな感じです。まず入り口でオイルランタンを持った地元のシャン族のガイドさんをお願いするのは必須です。そして洞窟の真ん中を流れる川をなんと竹のいかだに乗って下っていくんです。真っ暗闇の中に水面をかくおこだけが響き渡るんですよ。そして最後に待ち受けているのがそびえ立つ巨大な鍾乳石と、なんと2000年以上前のラワ族のものとされるチーク材の古代の缶です。高い場所にある壁に安置されたこの幽霊の缶、なんとも言えないミステリーを感じてめちゃくちゃ冒険心をくすぐられませんか？さて、圧倒的な大自然のパワーを感じた後は街の方へバイクを戻しつつ深い歴史のある場所へ立ち寄りましょう。最後のセクション6、歴史の橋、ターパイメモリアルブリッジです。現在パイ川に架かるこの橋なんですが、実はすごく波乱万丈な歴史を持っています。もともとは1941年第二次世界大戦中に日本軍によって軍事ルートとして建設されたものなんですね。資料によると終戦時に橋は一度燃やされてしまったそうなんです。でも大切な交通手段を失ってしまった地元の村人たちが自分たちの手で木製の橋として再建しました。その後1973年の大洪水でまた壊れてしまうんですが、それでも諦めずチェンマイからナワラット橋の鉄の骨組みを譲り受けて1976年に今の姿へと復元されたんです。ただの古い橋じゃなくてパイの人たちの生活をつないでいくんだっていうものすごく強い意志と回復力の象徴なんですよね。さて、今回の解説ガイドいかがだったでしょうか？最後に皆さんへこんな問いかけを残したいと思います。あなたならこの762のカーブをどのようにナビゲートし自分だけのパイを見つけますか？世界中から人が集まる多様な文化、五感を刺激するダイナミックな大自然、そして深い歴史。パイは訪れる人によって全く違う顔を見せてくれる本当に深野の深い場所です。大自然の中で静けさを楽しむのもいいですし、多国籍なナイトマーケットで美味しいものを食べ尽くすのも最高ですよね。ぜひあなた自身の目でこの北の隠れた宝石の輝きを確かめてみてください。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。